これまでいろんなレシピ動画に登場してきた万能な脇役。油っぽい料理もさっぱり口直し。肉料理には欠かせないコールスローサラダ。パラグアイでも一度紹介しましたが、今回はさらに簡単、すぐに作れるレシピをご紹介しましょう。実家のキャベツ畑。キャベツを収穫します。この辺りが大きいかな。はい、収穫しました。はい、収穫してきたキャベツ買ってコールスローサラダ今日は作りたいと思います。まず自家製マヨネーズ作りましょう。酢、塩、自家製でなくても市販マヨネーズで大丈夫です。ただ私は自分で作りたいというだけなので、ここはどうぞ手抜いてください。自家製でやってみたいという方はミキサーを使えばもっと簡単に早く作れます。ただし防腐剤とか入っていないので、作ったら早めに食べきってくださいね。実は私今久慈の特産物を使った料理を試作しようとしていて、あるアイデアが浮かんで、早くそれを実現したいと寝ても覚めてもそのことばかり考えています。ジャーキープロジェクトのことではないです。ジャーキーや燻製も実現に向けて頑張りたいと思っていますし、前回のビーフジャーキーに続いて美味しいささみジャーキーも試作できましたので、編集が間に合えば次回の動画で北條さんに紹介してもらいますね。今考えているのは、私が実家の店でお惣菜を作っていた時の製法を元にした久慈ならではのレシピです。その時は普通の家庭の作り方とちょっと違う秘伝レシピだったのですが、どうしてそういう作り方なのか意味が分かりませんでした。でも今回久慈のある特産物を使おうとした時に、なるほどと意味が分かりました。それをすることで食材の持つ味、風味を閉じ込めることができるのですね。秘伝なので公開することはできませんが、それを久慈のプロの料理人たちに試食していただき、面白いと思っていただけたら、それより美味しいレシピに取り組んでいただきたいと計画しています。私のビジネスとして展開するのではなく、地域全体が良くなるために皆さんが研究、それぞれの腕を振るうことで、より完成度の高い料理が生まれる。インスタ映えするものでもあるので、料理名や使用する基本食材など一つの共通したコンセプトを守りつつ、各お店で研究したオリジナル性あるものを提供していただけたら、久慈へ行けばどこへ行ってもそれが食べられるとなり、
日本全国、またインバウンドも呼び込め、地域創生につながると思います。私の個人的な商売、一つの店の繁栄だけだったら意味がありません。みんなで力を合わせればこそ奇跡的なムーブメントを引き起こせると思うのです。ですから、プロジェクトの進行が始まりましたら、ぜひご協力よろしくお願いしますね。この動画が公開されている頃には、試作品第1弾もでき始めているでしょうし、そうすればそれが何かを間もなく発表できると思うので、楽しみにお待ちください。大きいので半分だけ使います。まずは細く切って細かく刻んでいきます。塩、砂糖、和がらし少々、マヨネーズ、それぞれの量は適当で大丈夫です。酢、胡椒を入れるの忘れてた。振ります。味見、冷蔵庫で保存して数日で食べきります。完成。いかがでしたか？今回はシンプルなコールスローサラダ。自分で作れば好きなだけいっぱい食べられます。野菜をあまり食べない私でもこれだけは毎日でも食べられます。ぜひ作ってみてください。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。サブチャンネルでは24時間ライブ実施中です。現在はテレビで BGM 感覚で流すセリフのない短縮リメイク版総集編、チャット欄とかも国際交流、コミュニティの場としてご活用くださいね。9時の奇跡の生態院、マッサージオリエンタルへも
どうぞお立ち寄りください。Un día, Madanas, nos vemos. Chao, chao.